皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、愛知県で行われた音楽イベントについての話をしようと思います。この話題というのは、今、感染予防対策にいろんなところでイベントが気を使われながら行われているのに対して、今回話題になっているイベントというのは、音楽イベントで全く感染予防対策をしていないんじゃないといったような映像などが広く流布されたことから、インターネット上で大いに話題になりました。そしてこの話題には様々な付随した話が出てきています。例えば、まず第一にそのような音楽イベントをするにあたって施設を貸すことになった市や県といったそうした行政はどのような対応をしたのか、その点についての話題が一つ。そして今回の音楽イベントを主催している会社がどのような出自を持った人たちが関わっているか、その点についてインターネット上でもこれまた深掘りをしている人たちがいます。そして私の動画においてはそうした話というのは結構動画としていっぱい出てきているので、税金の使い道について私の考えを主にお話ししようと思います。それでは今回のお話を理解するために、まず会場がどのような様子だったのか動画をご紹介した後に、そのようなイベントに対してどのような補助金が出ていたのか、そのあたりの話などを続けてお聞きください。でも止まりきないですよね。っていうことは波物語性も止まりきないよね。ガンガン進めようぜ。愛知音楽イベントに補助金3000万円。コロナ対策不徹底の指摘も。29日に愛知県常滑市で開催された音楽イベント波物語2021について、経済産業省がイベント支援補助金として最大3000万円の交付を決定していたことが30日分かった。イベントをめぐっては新型コロナウイルス感染防止対策が徹底されていなかった疑いがあるとして、愛知県の大村知事らから批判の声が上がっている。感染防止対策を求める補助金の要件が守られていなければ交付が取り消される可能性がある。経産省は事実関係を調査中と説明している。イベントは29日、同市の愛知県国際展示場で開催。主催者はマスクの着用などのルールを守るよう求めていた。しかし、インターネット交流サイト上に投稿された会場の様子とされる動画などでは、観客が密集し、中にはマスクをせず大声を出す姿も映っている。大村知事は30日の記者会見で、一生懸命真面目に感染防止に取り組んでいる方の足を引っ張ると批判し、抗議文を送付する方針を示した。交付を決めたのは、経産省のコンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金で、新型コロナ感染拡大の影響で、以前に計画したイベントが中止や延期を余儀なくされた事業者に対し、今年3月までの申し込みで1公演あたり最大5000万円、4月以降の申し込みで同3000万円を支援する。今月20日から22日に新潟県で3公演を行った音楽イベント、フジロックフェスティバルにも最大1億5000万円の交付が決定している。記事では新型コロナウイルスの影響でイベントなどが延期された人向けの補助金であるかのような説明がされていますが、経済産業省のページを見てみると少し趣旨が違ったものを今回は流用しているようです。こちら経済産業省のページで補助金についての申し込み受付の説明ページです。もともとこの補助金の概要を見てみると、特定非営利活動法人映像産業振興機構が国内で今後公演を実施し、その収録映像を活用して制作した動画を海外に発信する事業の費用の一部を補助する、そういった目的だというふうに説明されています。今回愛知県で行われた野外音楽イベントを果たして海外に配信するのか、このあたりは完全に補助金を受けるためにそのような活動もしますよと後から取ってつけたような話ではないかなと私は疑ってしまいます。そしてインターネット上ではそうした税金の話とはまた別のところで今回の野外イベントは注目されています。それはこの音楽イベントを主催している会社です。オフィスキース株式会社というところがこの主催団体になっているわけですが、会社情報として表示されたものには、設立2018年2月、代表者代表取締富永
何々と書いてあるわけですが、この富永の後ろ一体何て読むんだろうと思ったら、インターネット上でこの答えを見つけることができました。日本名として富永というふうに名字が当てられているわけですが、その実質中身として言われているのがこのテイ・キファンという人です。この辺りからこの会社が一体どのような由来を持っているのかなといったところがインターネット上では大いに話題になっていました。この辺りのことが深掘りしたい方はインターネット上でぜひとも調べてみてください。皆さんにご紹介したように、この音楽イベントには様々な点で問題があります。まず最初に記事としてご紹介しましたが、補助金が出ていますよという点について言っては、映像などからもわかるように、この音楽イベントが全く感染予防対策に力を入れていなかったんだなということがわかります。映像にはありませんが、飲酒も広く行われており、ライブイベント会場はまさにお祭り騒ぎになっていたというのです。愛知県ではまさに新型コロナウイルスに対する病床が足りない悲鳴を上げているような状態ですから、愛知県としても非常に感染予防対策に気をつけましょうと呼びかけていたその最中です。そして日本全国で言っても感染予防対策をしながら大規模イベントをしましょうねというのが広く呼びかけられているところで、実際大きなイベントなどについては皆さん気をつけましょうね、こういったことは守ってくださいね、例えばマスクはしましょうね、チケットを購入した人であっても来るのはやめてくださいといった呼びかけなども行われていますし、お酒類についてもそれこそタガが外れてしまう人たちが出てしまう関係で、なるべく販売をやめてくださいねということもこれまた呼びかけられている状態です。そういった意味では事業者にとっては本当に規制がたくさんある中で、そのような大規模イベントをしなければならない非常に厳しい時期なわけです。そういったことを考えれば、今回のイベント開催者というのは全く気をつけていなかったんじゃないの、こういった事情を見ていれば主催者がもっと止めるべきだったという批判が出てくるのは私は当然のことだと思います。そしてこのようなイベントに対して税金が大量に入っていることなども私は非常に問題だと思いますし、補助金を出すことをやめようかな、どうしようかなといったところで話がまだ止まっているのは私は遅すぎると思います。それこそ補助金を出すのであればこのような条件は守ってくださいね、このような条件が守れないのであれば補助金を渡すことはできませんよということに加えて、私は制度改正としてそもそも守れないのであれば罰金を課しますよという補助金を出さないプラスアルファあなたたちの団体に対して罰金を課しますよというそこまでの制度設計をするべきだと思います。そのようなことをしなければそれこそ補助金を目当てにして様々な悪事を働こうとする人たちはどうしても出てしまうものなのです。そういった意味でも今回の税金の話というのは私は非常に緩すぎるなと思いました。音楽業界を下支えしなければならないという考え方、それ自体は全く否定することはできませんが、しかしその額やそのやり方などについてはもっと注意深く見る必要がありますし、また感染予防対策ができていないのであれば先ほども述べたように補助金は渡せないし、また罰金を課すようなことも事前に通告しておくことが私は重要だと思います。国家予算100兆円の中から考えるとこのような税金というのは何千万円単位だからそこまで目くじらを立てるなと考える人たちもいるでしょうが、しかし一人一人の納税者からしてみれば何千万円というお金は大金であることは間違いありません。ですからこのようなお金の使い方は果たして意味があるんだろうかという話になった時に、ほとんど意味がないよねと考える人の方が私は圧倒的に多いと思います。音楽イベントなどを補助するのであれば本当に苦しい人たちに向けてもっとお金を出すべきですし、また投資という意味で考えれば一過性のものではなく、もっと海外にプロモーションした上でそれを事業として成り立たせるようなところ、そのようなビジネスモデルを持っている人たちに対する継続的な支援の方がよっぽど良いと私は思います。今回話題になったのはインターネット上に動画がバーッとたくさん流れたからこそみんながなんだこれはと驚いたところからスタートしたわけですが、世の中にはこのような情報さえ出なければそれこそバレなきゃやっていいんでしょぐらいな感じで悪事を働こうとする人たちというのが必ず存在するものです。そのような人たちに対して見過ごすのではなく、ちゃんと後からでも追いかけてペナルティを課す、そのような仕組み作りというものをしなければならないと私は思います。
性善説で成り立っていた世界からより厳しく制度的に抜け穴があるのであれば、それを何としても突こうとする、そのようなずる賢い人たちというのも存在する。悪さをする人が必ず出てくる前提での制度設計というものがこれからは必要でしょう。皆さんは今回のライブイベント、そしてそのライブイベントに税金が突っ込まれていますよという話についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回のニュースの話はここまで。ここから先は少し余談になります。今回の余談というのは私の新型コロナウイルスに対するワクチン接種の話をしようと思います。私は先週の土曜日に街の集団接種会場でファイザー製のワクチンを接種しました。ワクチンを打った後というのはそれこそ副反応で発熱するかもしれませんよ。また本当に体がだるい状態になってしまって何もできなくなってしまうような人たちのいうのもたくさん出ていますよという話もあったので、最初から土曜日曜日については完全にお休みをしようと思っていました。安静にしていたのが功を奏したのかどうかというのは結局のところわからないわけですが、副反応それ自体はありました。私の場合の副反応というのはまず注射は左腕にしたのですが、その注射の下あたり、それこそ筋肉の部位が筋肉痛のような痛みを伴って発熱しました。しかしこのような症状というのは大抵の人に出ますよというのが事前にお知らせされていましたから別に驚くほどではありません。人によってはそれこそ五十肩のような状態で腕が全く上に上がらなくなった、どうなってしまったんだといったような悲鳴を上げる人もいるので、そういった意味では私の筋肉痛というのは本当に部分的なものだったので副反応あり、しかし症状は軽微でしたよというものにとどまるものでした。なお副反応について言えば1回目よりも2回目の方がより強く出ますよということもこれまた言われているので、2回目の接種をした時にはどのような副反応が出るかについてもまた動画の中でお話をしようと思います。そしてワクチンを接種しても別にこれで終わりではありませんし、完全なものではないということはこれまでも何度も述べてきました。ワクチン接種というのはあくまでもリスクを減らすものです。では何のリスクを減らすかといえば、それは重症化と死亡のリスクというものを減らすものです。当初は感染予防効果についても期待されていたわけですが、デルタ株の登場によってその感染予防効果についてはほとんど意味ないよねぐらいのレベルまで下がったと言われています。ただし死亡低下については未だにその効果というものは非常に高いことが言われており、そういった意味ではまだまだワクチンを打つメリットの方が上回っている状態です。そしてワクチンの効果について言うと、ワクチン接種2回のそこからさらに1週間程度を見なければ想定された有効性などについては達しません。ですから現在の私というのはワクチン接種を1回しか打ってない状態なので、おまじない程度にしか効かないという状態です。というわけで第1回のワクチン接種についての副反応の報告でした。第2回のワクチン接種の後にはきっと強い副反応も出るかなとは思うので、そのあたりのことについてはまた時期になったらお話をしようと思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンと投げ銭機能のご利用をぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。